シャキーン、手に入れました。なんと香川の潜り床がくれました。こういうのがあるという噂は聞いてたんですけど、めっちゃええもの、ステンと鋼。すごい。これだとね残らない、平木が殻の方に残らない。こう柔らかいんでサクッと、すごいね。噂では聞いてたが初めて見ました。すごい。ありがとうございます。なんかお礼せねば。それより何より驚きなのが昭和58年の新聞に包まれてました。すごくね。昭和58年。ほんますげえタイムスリップ。ほんまだ。騒音に命削られ年中スポーツ疎開の主婦。何回か分からんけどね、絶対落とさないように穴を開けて紐通して使いたいと思います。シャキーン。やってみよう。違う？滑らか。下手くそやけん残しとるし。練習あるのみです。練習あるのみです。はい。ガスって何も見えん。なんか今週はずっとこんな感じの天気ですね。泥まみれの中からこれだけ毛菜が出てきましたね。朝最初の一番だけいます。今日はちょっと小さいですね、今年の毛菜は。何もかも遅れてるんでしょう。平木もそろそろね出てくるんですけど、抜けてね、あれも産卵のために出てくるんですかね、抜けてくるんですけど、大傷が入り出すはずなんですが、あんま見えません。まあもともと少ないんでしょうけど、抜けてきません。冷たがりも遅かったし、まだホヤの卵がこの間初めて1個見たんですけど、2個見たかな。去年なんかもう3月入ったら途端に海中でしたけど、今年は水温低かったからなんとなく全体に遅れてる感じですね。まあ、遅れてるって言っても最近の中ではです。昔はこんなもんでした。あとそうそう、1番目に超貴重なもんがこれ、瀬戸内のミニ愛好家がめちゃくちゃ欲しがる瀬戸内のミニ、めったに見ません。平木爪にかかってました。後でムキムキしましょう。これだけ良さそうです。3月になったらゲタ消えまして、毎年なんですけどほぼ見なくなりました。砂茶碗もついに出てきて、前回の動画でもありましたけど、もうめっちゃ増えて砂茶碗だらけです。ワカメやっぱり2月が一番最高ですね。3月になるとねちょっとこう太くて薄いのが入り出すんですよね。2月はねもっと黒いですよね。もっと柔らかい。やっぱりワカメは2月のを買っといて干しとくのが一番いいですね。ワカメも遅れてたんで今年は2月にあんまいませんでしたけど、出てきましたけど、今日もこれですね、狙いは1匹でも多く取りたい。できればあとはエビがいてくれればいいですけど、エビももう本番おりません。ここまで曲がったやつも珍しいですね。こっから先がめったに残らない部分ですけど、こんなにたくさん残ってるのは初めて見たから、ただ残念ながら下がない。霧がすごい。そして意外に寒いです。やっちゃってる。もう爪がしびちゃってるんで、こっちが最近毎日おかずですが、だいたいこっから下を刺身にしてこの辺を唐揚げにするんですけど、我が家ではうますぎる。めちゃくちゃうまい。ただあまりにも毎日すぎて今日は悩みますね。なんだこのゴミは。無事なこっちがいい。
も出てきましたが、爪がいっちゃってる。もういいが見えてる。おかず去年食べた美味しかったです。どっちだったっけ名前。淡路千尋かな。網の錦ツルツルの方です。少し全然見えません。意外に悪くないですよね。寄ってみるとね、エビとかも出てくるんで、意外にまあなんとか辛抱できるかなみたいな。ああ、おった。魚洗ってたらこうギザギザがある方とギザギザがない方、種類違うんですよね。これ必ずこっちがなんか片方なくて片方だけ出てるんですよね。おもろい。あ、これも珍しい。これは中身入りが結構います。薄ハマグリ、コレクション品としてキープ。雪解け水が出てきてます。一応霧はなくなりました。もう泥で落ちてこない日傘が。よかった、ちゃんと確認して虎の子。水潮がすごい。船がもう流されます。もう高橋川の方向へ向けて漕いだらもう船進まん。泥で落ちてこない。ガサがもう困るなこれ。イイダコ見えました。おー、でかい。終わりかと思ったらまたこれまたペット用の瀬戸台と売る用のこっちが。これもあんまり見ませんね。レア、あんまりレアすぎて名前を忘れるんですよね。何だったかな。あんまり美味しい貝じゃないです。ここダメ地なんですけど、砂地にはいるんですけどね、ダメ地でこんなとこで見たのは初めてです。これも珍しいな。あんまみんなこれキープっすね。常田ではない、ゴマフ玉でもない。この海域にはいませんけど、内山田椿っていうのもいるんですけど、それでもなさそう。キープしておきます。なんと再び雨。今日雨じゃなかったんですけどね、天気予報。あと今日ヒラメを狙うとしたら11時40分ぐらいですかね。
まれてる餌エビの分だけは必ず確保しないと責任がありますので、もう少しエビ拾い頑張りたいと思います。こっちがじゃあ次はそろそろもう潮返しの時間なんで、一応ヒラメを狙ってみましょう。いる筋はもう決まってるんでですね、そこへ向けていきたいと思います。ただ最近、今上り返しなんですけど、最近上り返しがあんまり良くないんですよね。でも一応昨日と一昨日は上り返しでヒラメがいてくれてました。良好になってきました。ヒラメよりいいもん来たじゃないですか。ここはエビがいないんでね、ほんとヒラメでも当たらんとかなり厳しい。でもヒラメよりいいもん来ましたな。よくぞ無傷で。でもあんまり大きくないんでヒラメとゴムかな。やったね。いいなこ見えてるの嬉しい。していればいつか来る。もうめちゃくちゃいいヒラメ、たまらないですね。もう触った感じも、もう重さも違う。なんか引っかかったし、よいしょ。潮返しはエビの入り、もう本当にめちゃくちゃいいですね、マジで。潮返しはエビの入りも全然違う。うわ、来たんこ持った。あるある。年間やったんかと思いましたけど、まんまと騙されました。残念。ラストにどでけえ平らぎが、傷おかず。何も入ってねえ感じが。ヒラメどころじゃないなこれ。口開いとんか、通りで紐がほどけてる。こりゃ大ポカ。ダメでした。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。わかめうまそ一気に増えまして、う。あと2月ほど真っ黒じゃなくなっとる。おお、黒い方がいいんかな。黒い方がいい、美味しい。あと柔らかい。黒い方。こういうのはちょっと硬いですね。黒いやつの方が柔らかいな。どうするこんなに。食べれん。うまい。近所のおっちゃんおばちゃんにあげますかね。もう食べて
食べていただきましょうか。はい、それがいいんじゃないですか。誰にあげようかっていう、もうみんなもうわかめいらんって言いそうだけどそして今日もこれです。またもう毎日飽きました、さすがに。どうするかね。今日も刺身と唐揚げみたいな。面白いやんけ。これもあげましょう。もうどうしますかね。沖でさばいてしまうときにちょっと白くなったら当たったとこがな、水が当たったらもう、僕はもう切らんといけない。まあいつも通りこんな感じで一つと、あとエビとカニとヒラメです。はい、お疲れ様です。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。じゃじゃーん、魔王おじとらさんにいただきました。ありがとうございます。毎年寄島に遊びに来てくださってます。なんとご縁のあることでしょう。おじとらさんはなんと元漁師なんですよね。なのでね、いろんな漁の話とかも盛り上がります。自分が生まれて初めて焼酎美味しいと思ったのはこれ魔王ですね。初めて飲んだ時もしびれました。いただきます。香りがいい。自分の友人の焼酎飲みの人が芋焼酎飲んだら麦じゃ物足りなく感じるって言うんですけど、この香りでしょうね。ほんと麦にはない香りが。これを臭いっていう人もいるんでしょうけど、癖になるんでしょうね、やっぱり。自分はこれはちょっといい香りですね。どっちかというと本当にいい香りです。前菜はこちら、ごまふ玉またいたんすよね。ほら、ごまふ玉つぶ貝食べ比べてみようかなと思いまして、ごまふ玉つぶ貝、つがいです。なんか包み貝っていうのもいるんですよね。なんかね、2種類いるなというような気がするんですよね、自分も拾いながら。ただ本当にそれが種が違うのかどうかちょっと微妙に分かりづらい。なんかここギザギザのやつがいるんですよね。いただきます。あ、うまいやん。全然いけますね。普通のこのつぶ貝、冷た貝のことをつぶ貝って自分ら言ってますけど、つぶ貝よりうまいつがいの方が、こちらの方がちょっと切れてしまいましたけど、つぶ貝いただきます。これこう思っとるから今美味しいんですけどね、この部分が切れてしまいました。いただきます。つぶ貝ですね。実は自分もあまり好きではありません。この部分、この部分です。この部分は美味しい。西貝より人気なんですよね。直売所に置いてたらね、西貝よりもこっちの方が売れます。不思議。西貝の方が美味しいと思うけどな。ではもう当然メインのごまふ玉いきます。スーパーレア貝、今年初めて見ました。さてごまふ玉はこの2種類と味が違うのでしょうか。また切れてもったけど、ごまふ玉いただきます。買った。ごまふ玉が一番硬くて、そして一番苦い。普通の苦味以外の味もこれが一番濃いで、苦味が強い。正直どれもそんなに美味しい貝ではないですね。これだったら西貝食べるな、自分なら。優勝はつがいでしょうか。これが一番癖なかったと思います。一番癖があるのはこれ、香りと苦味がすごい。でもすごいって言ってもこの中ではっていうだけですね。基本3つとも味はありません。ただこれが一番味は濃かったですね。これは個人的な好みであんまり好きではないというのもありますが、これは皆さんも食べたことあるんじゃないかな。ちなみにですが、メインはもう商品にならない傷物ばっかり。わかめが入ってない。わかめない。わかめ全部あげてもらった俺。いつもならこれにわかめが入ってます。ご近所さんに全部あげてしまいました。そういや、俺があげたんだったわ。一番最高はやっぱり平らげにこれですね。胸揚げの海苔にご飯。もううまいとかのレベルじゃなくて感動します。今回もご視聴ありがとうございました。くるみはあそこがお気に入りです。くるみんチュール持ってきたからね、チュール食べてね。イージーポンママが作ってくれたこのシートの上がお気に入りです。本棚の一番上。